はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2月前半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。2月ってかなり星が動くいい転換期なんですね。で、12星座共通になるんですけれども、その2月の星の動きの解説した動画がありますので、そちらまだご覧になってない方はぜひご覧になってから、この動画をご覧いただけると、より活かしやすいと思います。よろしくお願いします。いきますね。2月前半の水亀座さん。はい。じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンドの8逆、戦車、ペンタクルス5、ペンタクルスの2、ペンタクルス10の逆、カップ7の逆、そしてスター。気をつけることや対策が、ペンタクルスの8と、鳳凰と、オラクルは、ソードの9です。なんでって感じですよね。いや、今本当に2月の前半ってね、2月の後半からすごいもう水亀座さん祭りじゃないですか。火星も1月23日から水亀座に入っていて、バイタリティとかやる気とかね、まさになんか頑張るぞみたいな突進していくエネルギー、挑戦していくエネルギー、打破するエネルギーとか、そういう勇気が湧いてる時だと思いますし、金星はね、2月の10日まで水亀座にいるんですけど、自分に愛らしさとか美しさもあるし、っていうことで、すっごい今光が届いてるんですけれども、なんかそれを皆さんどう感じてらっしゃるのかって、私の方が聞きたいぐらいですね。いや、今こんな感じですってよかったら教えていただきたいぐらいなんですけどね。なんか新しい自分とか、なんか変わってきたな、自分とか、他者との関係においても、こんなに前はこう感じてたのに、今はこう対処できるみたいな、そういった自分の成長を感じてらっしゃる方も多いかと思うんですね。何がどう変わったのかよかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。そして2月の2日は満月になります。で、この満月は獅子座で起こる満月なので、水亀座さんにとっては他者を通して自分を知るっていうことが非常に起こりやすい時なんですね。もしくは自分が他者に対して何かアプローチをしたくなったり、お伝えしたくなったり、なんか関係性を持ちたくなったりみたいな、なんかそういう動きもあるのかなっていう感じがするので、とにかく今、来てるっていう感じの水亀座さんの運勢なわけです。もう本当にフィーバーっていう、前回もね、なんかすごかったなと思いますけど、今運勢的にはものすごい光を浴びてます。光を浴びてるがゆえに、自分で自分の嫌いなところがある人にとっては、その嫌いなところが浮き彫りになっちゃって嫌だなって思う時もあれば、自分のこと大好きっていう人にとってはもういいとこばっかり見えちゃって、もう楽しいってなったりとか、いろんな自分というものが強調されていると思っておいてください。そして、前回もお伝えしたように、前回言ったかなちょっと覚えてないんですけど、2月の17日、17ですね、が日食になります。で、この日食は水亀座で起こる日食なので、水亀座さんも本当にご自身がどうしていきたいかっていう夢を描いておいてくださいね。で、今前半ですと言いながら後半の話してますけど、早い人は後半になる前からそれを感じて何か動き出す方もいらっしゃると思うんですね。なので、別に17を待たなくても、もうそう来てるなと思ったらそうしていただいても全然構いません。とにかくなんか自分自身を見せられているとか、自分を知るような流れになっているとか、自分をもっと表現しなければいけない流れになっているとかね。なんとなくそうしたくなっている自分がいるとか、そういったものを感じてみてください。ぜひ。それが、流れだと思ってくださいね。そしてカードで見たときに、入り口がやっぱりワンドの8の逆っていうのは、流れ来てます。でも、いいんですかとか、ちょっと待ってください、心の準備が、みたいな、なんかそういう自分が動かしてるっていうわけじゃなく、とにかく流れてるこの流れに戸惑いながらいるっていう感じがしますね。で、ご自身では、運勢がいい時とか強い時って、いいよいいよって言われてるから、どんないいことがあるんだろうって思っていたら、自分が望んでるのはそれじゃないんですけどっていうようなものが来たりとかして、ちょっと待ってって思うかもしれないんですけど、こういう時期に起こることっていうのは全部めちゃくちゃ意味があることなんですね、自分にとって。なので、
何かこう想定外の出来事とか、予想外にこう何か進んでいることっていうのがあったとしても、それも、水上さんにとっては、素晴らしいことっていうか、素晴らしい気づきの、種がそこにあるよっていうふうに思っておいてくださいね。実際ここに戦車も出てますので、やっぱりやるしかないなとか、こう、進むしかないなっていう覚悟もあるんじゃないかなとは思います。ただちょっと気持ち的には言いたいみたいなね。ちょっとうじうじしてみたいとかなんか言ってみたいっていうのもあるかもしれませんが、いやもう流れもそうだしタイミングもだし、実は体の準備もできてますよってことかもしれません。で、ただね、何かしら人って不安要素を探したくなるものですよね。で、その不安要素を探すときにどこに一番出やすいのかなって思ったら、なんかお金のこととか、こう、なんか保証とか、そういったことを考えやすいなとは思いますけど、全然何とでもなりますって感じです。今カードで見ててもお金のこともね。現状はこのペンタクスの2というカードが出ているので、経済的なこともいくらでも、収支はちゃんと帳尻合わせられるっていうのもありますし、また金銭的なことだけじゃなくても、自分のエネルギーも、なんかもうしんどいなって思う時があっても、なんか元気で頑張れるっていう時があったり、その体調に関しても上がったり下がったりしながらちゃんと自分で調整してますよっていうのもありますし、先ほど言ったなんか流れ来てるけど、自分がいまいち乗り切れてる気がしないとか、なんかしんどいなって思うことがあったとしても、それもちゃんとコントロールして自分なりにうまくこなせてますっていう感じがします。そしてこの先ですが、ペンタクスの10というカードが出ているんですね。ただ私から見ると逆位置なので、やっぱりものすごくいいこととか、なんかもういろんなことが飽和状態にある気がします。落ち着いて、焦らず見てみたら、すごい恵まれてるなって思えることでも、自分が焦っていると、なんか、あれもしなくっちゃとか、これもこうだしっていうことで、喜びを感じる時間がないみたいな感じがあるかもしれませんが、ぜひぜひ落ち着いて、ちょっと深呼吸して、今の状況を感じてみてください。多分ね、喜びのネタがいっぱいあると思います。これ気づいたらすぐに聖地になりますので。そして、その中で、なんかこんなにもいろんな可能性があるっていうのを分かった上で、じゃあ、私これをもらおうかなとか、これをしようかなみたいな、そういったこう自分で選択していきたくなる、何か選ぶっていうことが起きてきそうです。とっても楽しいですよね。あれもいいかな、いや、これもいいかな、いや、こっちかな、いや、やっぱこっちよね、みたいな、いいって、そうやって選びながら、自分にとって楽しいものを人生に入れていくっていう流れです。そしてその後、すごく輝いてます。もう輝いてる。もうおそらく水上田さんご自身で自覚していないかもしれませんが、おそらく輝いてると思います。何がって思うかもしれないんですけど、やっぱその人の存在感とか、こう、命の情熱とかもそうですし、何かがね、やっぱこう、いろんなね、こう、波動とかオーラとかわかりませんが、そういったものとして出ると思いますね。目の輝きが違うとか、そういう感じで、おそらく力があるんですよね、水上田さん、今。なので、それをご自身も自覚していくと、とってもいいものっていうか、人生が本当に一皮むけるとか、なんかもうちょっと鮮やかになるとか、自分が生きたかった生き方を生きれるとか、そういったレールに乗っていくなって感じがします。そして気をつけることとして言われているのも、鳳凰にペンタクスの8っていうのは、こう今まで守られていたもの、例えば会社とか組織とか親とかいろんなルールに自分が守られていたとしたら、それは程よく守りながら、もしくはそこに準じながらやっていくのかなって感じが出ています。なんかとても安定したサポートがあるって感じです。安定したサポートがある。例えばですけど、お勤めしていて、ちゃんとそこでは評価されてて、仕事も続けながら、なんかご自身が自分の好きなことをやっていくっていうことなのかもしれませんし、ご自身が打ち出していきたいものっていうものが、それは本当に、正当なものですねっていうか、形にしていくのに値するものですねっていうメッセージなのかもしれませんし、とにかく本当に
来てますって感じがします。ただですね、気をつけてほしいこととして言われているのは、どれだけ運勢が良くても、どれだけ自分が注目を浴びてるとか注目を浴びてないとか関係なく、自分の命っていうのは今輝いているというタイミングであったとしても、自分が見てる自分とか、自分が自分を責めていたらいつでも落ち込みます。これ、いつでも落ち込めます、人は。ネガティブに行こうと思ったらいつでも行けます。どれだけ外が晴れていようが、泣く時だってあるじゃないですか。泣きたくなる時だってありますよね。自分を落ち込ませることだってできます。なので、自分で自分をうまくコントロールしてください。これできると思います。今もやってらっしゃると思いますしね。なので、なんか、多分ですけど、運勢がいいとか、こんだけ流れも来てるってなると、どっかでネガティブな要素を掴んでおかないと不安みたいなことかもしれませんし、いつ落ちるかわかんないしとか、いつ、あまり調子に乗ってね、落ちるか、悪くなるかわかんないから、ちょっと、悪いことも想像しとこうみたいな感じかもしれませんね。そうなる気持ち、そうしたくなる気持ちもわかりますが、今は本当に自分自身のいいところや自分の本質的な自分に光が当たってるんだっていうふうに思ってみてください。そしたら自然と輝きます、人は。自分らしくいるっていうことができれば。別にそれは世の中的に何を有益なことをしてるとかしてないとか関係なく、そこに存在するだけで人っていうのはやっぱり本来輝いてるものだと思うんですよね。でも自分が、いやいや、私ってできないんだよねとか、言い続けていれば言い続けられますし、それだけ気をつけてねって感じです。癖ですかね、これはね、ご自身の。ちょっと仕事のことを見てみますね。さっき言った2月の10日までっていうのは自分自身に愛らしさとか美しさとかがあり、2月の10日以降っていうのは自分の価値というところにまた金銭が移っていくので、金銭的なチャンスももちろんあるんですけど、自分の感覚とか、自分の存在価値に、価値を置けるようになるっていうこともありますしね。そうなったらいいなというふうに思っています。そしてね、後半の話になってしまいますけど、冒頭じゃない、12星座共通のところで言った、土星と海王星が、ひっついて届くエネルギーっていうのも、水亀座さんにとっては、身近なところ、友達とか情報交換とか、そういうところで出るので、情報発信する、SNS で情報発信するっていうのもすごくいいし、でもいいんだけど同時にそこに責任も生じるとか、それに対する努力が必要とか、そういったこともあるかもしれません。個人的な、別に SNS じゃなく個人的なこととして言うならば、自分が感じてることをそのまま言いたいのになかなか言うことに躊躇するとかためらうとかっていうこともあるかもしれませんね。でもすごく創造性は今広がってる時だと思います。まるでですよ、まるで小説を書いているみたいな感じで、小説書くのって難しいと思うんですよね。いろんなアイデアがあるけど、それをまとめるっていうのは難しい。でもまとまったらものすごくたくさんの人に読んでもらえるみたいな、そんな感じでアイデアとか文章とかコンテンツはいっぱい自分の中にある。それをどのようにまとめようかっていう学びが2月から始まるのかもしれませんね。ちょっと仕事のことを見てみますね。カップの2、ワンド9、運命の輪ということでいいですね。ご自身はまだですとか、まだ足りてないんです。まだ準備できてないんですって言いたいかもしれませんが、もう来てますみたいな。もう本当に仕事でも、すごくいいチャンスがありますね。自分のやりたいことをできるチャンスがあります。仕事において。そしてそれをサポートしてくれる人や声をかけてくれる人や分かってくれる人がいます。なのでこれは接客業されているとか交渉とかそういったものも全ていいですし、お仕事に対してもちろん技術を磨くっていうものに関してはもういくらでも磨こうと思えば磨き続けられますから、完成とか終わりはないと思って今の段階でもチャンスに乗ってほしいなと思います。何かきっかけいいきっかけがあると思います。この2月は。前半はって言いたいですけど、前半に限らずなので、後半もすごいので、
もう2月はって言っちゃってもいいんじゃないかなと思いました。はい、人間関係見てみます。はい。マジシャン。デビル。ワンドの8ということで、本当になんでしょうね。人間関係において、なんか新しい関係を作っていきたいなと思ってらっしゃる方は、もう本当にもう自分でその行動を自分に許可出しさえすればすぐできるって感じがします。パートナーが欲しいなとか、ビジネスパートナーにしろ、プライベートなパートナーにしろ、なんか、人と関わりたいなと思ってらっしゃる方にとっては、もうすぐできるって感じがします。でも自分が何かものすごくこだわっているものがある。例えば、自分を出しすぎたら嫌われるとか、本当にさっき言った出しゃばりすぎちゃいけないんだとか、自分の抱えているコンプレックスっていうものを隠しながら行こうとする感じなんですけど、これが私ですってもう見せちゃった方が早いし、いくらでもそれが自分の魅力として通用するよっていう感じがします。もう関係性は急速に、つながる感じがしますので、あっという間にっていう感じ。むしろなんかハマるんじゃないですかって感じがするので、良くも悪くもです、これはね。本当にね、願ってます。出会いたいですっていう人は、どうぞどうぞ出会いますよ。もう自分に許可し、出しさえすれば、すぐできますからっていう感じもしますし、何かそこで自分が急速に惹かれる、ハマってしまう関係性っていうのもあるのかもしれませんね。強いです、とにかく。吸引力が強い感じ。もうなんか、ヒューって磁石がひっつけられるかのような、感じがするので、関係性においては盛り上がりますね、とにかく。で、よくあることだと思うんですけど、なんか急速に仲良くなったら、そこで急速に誤解が生まれてしまうみたいなこともあると思うんですよ。急激にひっつきすぎてね。それも、いくらでも解消できますから、誤解が生まれたとしても、こういう考えなんですとか、これが自分ですみたいなのを見ていけば、いくらでも解消して、またそこから調整してやり直すことができるので、あまり恐れずにいってほしいなと思います。ただデビルってなんていうか、表だった関係性じゃないこともあるので、いけないいけないと思いながら急速に惹かれ合ってしまうみたいなこともあったりするので、そこは皆さんの判断にお任せしますが、とにかく関係性においては、誰かとの関係が急速に惹かれ合うって感じがしました。はい。最後にもう一枚、オラクルカード引いてみますね。もしここまでの内容で分かったよとか、なんか、自分の中で活かせそうですっていう方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。では、いきますね。水亀座さんの、2月前半は、これかな。はい。どうでしょう。このカードを見て何か感じることがあれば皆さんも直感を使ってメッセージ受け取ってみてくださいね。いいですね。ぜひ希望を持ってくださいと。なんか楽観的にね、なんか新しいことが始まるかもね、みたいなカードですね。はい。ということでありがとうございました。ぜひ、有意義な時間をお過ごしください。失礼します。